よしきです。ももこです。今日はポッドキャスト風の動画です。2人でおしゃべりします。はい。はい。なので、お忙しい方は、ちょっとお気に入りでもお気に入りにでも、入れてですね、後で寝る前にでも、聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。一応英語圏の友達もいらっしゃるので、英語のテロップ字幕と日本の字幕をつけておきます。はい。で今日のテーマ。はい。些細なことで大喧嘩をした話です。はい。些細なことで大喧嘩をした話。が堀口さん、友人の堀口さんのテーマですね。はい。なんかあったっけ？まず、ハーゲンダッツ事件。ハーゲンダッツ事件。俺が食ったやつ。そうです。ありましたね。ハーゲンダッツ事件。ねえ、この人、私の大事なハーゲンダッツをですね、勝手に食べちゃったんですよ。そう。いやなんか違うんだよ。何が違う？違うんです。違います。じゃああれ多分ね酔っ払ってた。私の大事なハーゲンダッツを酔っ払って食べたと。そういうこと。しかも、期間限定の、フレーバーで、多分ロイヤルミルクティー味かなんかで、私大好物なんですよ。ロイヤルミルクティー味。ロイヤルミルクティーだった気がするわ。それをさ、酔っ払った口で、あなたは食べたんですね。多分美味しかったと。じゃあ違うのだってなんかないかなって酔っ払って探すじゃないですか。探してで結構冷凍庫の下の方に入ってるの。いやだから大事だから奥の方にしまってたんでしょうね。見つかると食われちゃうから。そうなんだ。ごめんって。その次の日じゃないよ、何日かしてなんか気づいたみたいで、すげえ怒り始めて、なんかどうしたんだろうと思って、俺忘れてたんで、アイスあったと思って食べちゃっただけなんですね。それでなんか多分ね2日か3日後ぐらいになんか怒られたんだよね。そうです。で食べようとしたらなかった。いや頑張った日のご褒美のために大事に取っといたの。何回でも言う。大事に取っといたのね。大事に取っといたんですね。そしたら私の大事なロイヤルミルクティー味のハーゲンダッツが忽然と姿を消していたんですよ。忽然と。あれないって。で聞いて、もしかして食べたって言ったら、食べちゃったかもしんないって言われて。食べちゃったかもしんないぐらいだ。ちょっと待ってって。そうもうイラッときたよね。ごめんって。それからは勝手に人のものを食べないように、勝手に人のものというか妻のものは勝手に食べないようにしてます。はい。すごい食い物の恨みは恐ろしいということで、そうです。未だに忘れないっていうことですね。まあそうですね。未だに思い出すたびにイライラする。思い出すたびにイライラする。いやその後僕なんか償いをするように何かあったらすぐにハーゲンダッツを買っていくっていう呪いにかかってるんです。ずっとハーゲンダッツ買っていこうっていう。はいね。それはありがたいです。それはそれであの時食べたロイヤルミルクティーバラだった私はどうしてくれるんだってことですか？いやまあでもね、たんび私のことを気にして、買ってきてくれるようになったのでロイヤルミルクティーは犠牲になったのがそうあの子が犠牲になってくれたから今があるのかなと。なるほど。私心めっちゃ広いね。優しくない？優しいですね。でちなみにさ、ハーゲンダッツのごめんね話を変えるようだけど、ハーゲンダッツの好きなフレーバーは何？この流れで聞いておこうかなと思って。今現在発売されてる中で、一番好きなのは、なんだっけ？リッチミルク？リッチミルク？リッチミルクってあったよね。バニラと何が違う？バニラはバニラも美味しいんだけど、ミルク感がすごいの。ミルク感が、すごい。バニラもミルク感すごいじゃん。いやバニラはバニラの芳醇な
華やかな香りがするでしょ、バニラの花のね。そう、それを取って、もうミルク、完全なミルクなの。あ、そうなんだ。バニラはしないの？バニラの香りじゃない。ミルクの香り。ミルクなの。へえ。すんごい美味しい。美味しい。前は期間限定とかで出てたんだけど、それからレギュラー入りしたの。あ、そうなの？ミルク今レギュラーになってんだ。で、またリニューアルしたの最近、確か。ミルクがまた。あ、そうなんだ。そんな強い勢力。人気のフレーバー。ちなみにじゃああなたは、ヨシキーさんは？僕はもうマカダミアナッツ一択なんだ。そうだ、マカダミアナッツ大好きだ。そう。マカダミアナッツしか食べないんで。マカダミアナッツもレギュラー入りして結構長いよね。あ、そうね。そういえばあれもさ、限定だったのかな。最初はなんか、なんていうの？ちょっとこう、なんていうのかな。珍しいフレーバーって感じだった。期間限定だったっけ最初？わかんない。忘れちゃったけど、確かにあんまりなかったイメージあるよね最初。今どこでも売ってますね。今どこでも売ってる。確かに。よかったね。そうだね。好きなフレーバー。そうだね。あんまり食べないけどね。あ、そう。アイス自体をね。最近ね、あんまり甘いもの、そう時々だけど。時々ね。それこそご褒美でね。そうですね。次からリッチミルクを購入して、そうですね。あなたに提供すればいいんですね。何かやらかしたらね。何かやらかさなくても。あ、本当？ありがとうございます。ありがとうございます。なんでやらかした前提に。いや、なんかさ、ハーゲンダッツってそういう罪滅ぼしとかご褒美ってイメージない？いいアイスって。ああ、そうかな。ね、ケーキとかさ。なるほどね。罪滅ぼし。じゃあ罪滅ぼしで買ってくだ。ね、最近あんまりこうやらかさないから。最近やらかさない。やらかさないね。やらかさないかも。付き合ってる時はね。なんかあったっけ？なんかさ、あったよ。あったっけ？でも食べ物は結構あるよ。プリンとかさ。あ、プリンも食べた。プリン、最初プリンだ。そうだ。結婚する前はプリンで一回怒られたことあった気がします。そう、確かプリンだったと思うんだけど、私も悪かった。あ、そうなんだ。美味しそうなプリンをね、とっとと食べないで、入れとくから。冷蔵庫にね、入れとくからね。確かに。それは良くないわ。ね。食べられちゃうわ。食べられちゃったの。じゃ違うのよ。僕はなんか兄弟がいっぱいいたから。あ、そうね。そう、食わないと食われちゃうっていう、なんかスラム街みたいなところに。スラム街。なんかね、それ癖になっちゃってる。ねえ、でも一番上だからさ、かなり優先的に召し上がってたと思うんですけど。まあ確かに。それでも食われる。そうなんだ。そう。いや、命知らずだよね。お兄ちゃんのものをさ、勝手に食べたらさ。まあ確かに。大変なことになるって思うよね。私も。別に僕いじめたりはして、ただなんかすごく怒ってた記憶はあるかも。いや。食べようと思ってたものをだから取られてしまう悲しみは一応知っているから反省はしている。だって違うの、あれは君のだと思ってなかった。なんだと思ってたのじゃあ。なんかいっぱいたまにアイス買ってて保存しとく時あるじゃん。あれかなと思って、ストックアイスのもうそこの方にあるから残り物かなと思って。そうか。まあハーゲンダッツだよ。そうだね。まあいいか、それは。でも逆パターンあったでしょ。何逆パターンって？僕ね、美容師で働いてて、美容師のその見習いとか駆け出して結構給料安いんで暮らしていくのきつかったから夜バイトしてたんですよ、スナックで。それで結構遅くまでやってたんですね。2時とか3時ぐらいまで片付けとか含めてあったんですよ。で、夜食みたいなまかないがこう買ってくれるんですね。そこのスナックのマスターが買ってくれて、で今日は焼肉弁当とか、その時結構まだ勢いのある時代だったんで、結構ねお客さん来たりして、ちょっと羽振りがいいとね焼肉弁当を買ってくれたりとか、あとその辺の近くのお店で、なんか夜食を買ってくれたりとかしたんですよ。それで僕が結構定番があったのが、焼肉弁当のハラミ弁当と、あと近くのイタリアンで何種類かあるんですけど、近くのイタリアンのエビドリアがめちゃくちゃ好きで、しかも結構量があったので若かったんで結構食えると。
ただもうエビドリアも結構ゴテゴテのエビドリアで、エビもこんなでかいんですよ。そうそうそうね、でさすがに3時に食うのはちょっときついなと思って、はいはい、あ、明日の昼、多分次の日休みだったのかな、明日の昼にでも食べようかなと思ってたのかな、そうそう、それで冷蔵庫に入れたんですよね、冷蔵庫に入れて、で開けたらなかった日があったんですよでもそう珍しく、はい、そうあれと思って食べたって聞いたんだよね。食べてた。食べましたじゃあ、あれはね、そう久しぶりになんか楽しみにしたもの食べられた感はあった。でなんで食べた？まあ理由は一つ。理由は一つ。お腹が空いたから。お腹が空いたからね。その時はなんか何も思わなかったんですか？あ、これ私のために取っといてくれたんだわ。優しいとは思わなかったけど。思わなかったんだ。なんか美味しそうだな、食べちゃおうって。なんでやねんなんでやねん。食べちゃおうって。でもシラフでしょ二日酔いだった。あ、二日酔いだったんだ、仕事がね、当時芸者をして今もやってるんですけど、当時は夜芸者さんでお座敷って言って、宴会とかに行って、お酒飲むこともあるんですよね、一緒に接待とかして。でその後ね出かけて飲みに行っちゃったりも夜だとね勢いで行っちゃったりするからすごい二日酔いだったんだね。はい、それで美味しそうなエビドリアがあったから、っていうか、はい、なんでしょう、多分その前の晩、あなたがお店跳ねるまで待って、一緒に飲み行ってるはず。そうだっけ？そうだと思うよ。嘘。そうだよ。マジ？マジマジ。マジ？やめ、全然覚えてないあ、そうだったっけ？多分なんかほぼ毎週、土日だったよね、バイトしてたの。土日バイトしてた。どっちかは一緒に飲み行ってたはずだから。そっか、まだ付き合いたてとかだもん。多分そうそう。そうだ。でね、お互いの家こう行ったり来たりしてる状態だったので、たまたま私がその晩一緒に帰って彼のお家に、で私がさっき起きて、うーってこう二日酔いで結構グロッキーな感じで、グロッキーだったんだ。もうこれは何かお腹に入れないともう具合が悪いまま治らないと思って、で開けたらそれがドーンってお腹に入れなきゃドーンエビドリア大きいのよ。大きい。結構あるよね。そう、高さがさこのぐらいあって、昔パックご飯って給食であったじゃん、銀色の。知らない？アルミパックね。アルミパックのご飯あったじゃん。あったあった。あれの3倍ぐらいそうでっかいのよね。大きさなんですよ。そうさ味噌の入れ物の味噌ぐらい高さぐらいあるよね。あれ普通にコンビニとかスーパーとかで売ってる味噌のパックサイズのアルミのパックなんですよそれにエビドリアがドンと入ってるの、ギトギトのギトギト、そう赤い油が出てるのね。ケチャップを炒めた、オムライスみたいな、チキンライスみたいなのの上にチーズドン、エビドンっていうエビドリアなんでエビドリアかどうかはちょっと定かではないんですが、エビドリアとして売られているんですね。ヘロヘロの時にそうです。そんなもう刺激するようなものがあったと。閉まってるのに。閉まってたね。密閉してあるのに。かなり頑丈にしてあったけど、もうベリベリってアルミの蓋を剥がしてもう無心で食べたんだ。わーって食べちゃった。そっか、美味しかった。美味しかったです。美味しかったよね。てかよくあの感じのものをさ二日酔いで食べれるのね。私二日酔いの朝にカツカレーとかカツ丼とか食べる人なの。そうなんだ。そうでもなんか元気になっちゃうの。元気になっちゃうの。食べたら元気になる。健康ですな。健康ですな。でも体に悪いよね。体にめちゃくちゃ悪いね。めちゃくちゃ悪いよね。使える時は味噌汁にしとこうよ。味噌汁が良かった。しじみ汁とかが良かったよね。しじみ汁ね。しじみ汁ね。よく飲んだね。しじみ汁ね。よく飲んだ。この年になるとさ、もう絶対そんなもん食えない。食べれない。食えない。ご飯の量が半端ないから。丼一杯は余裕であってサイズが丼一杯どこじゃないんですよね。そうだね。しかも急に詰めてあるのよ。そうのエビドリアね。そうなの。だからあれをね
ほらアルミパックってレンジでチンできないので、そうだね、パチパチってなっちゃうからね。そう他のお皿とかに移すじゃないですか、余裕で2人前は入ってる。あるね、お茶碗にしたら3つは取れる、3つは取れると思う、確かにそれを二日酔いでペロリなんだすごいね。やらかしました。あおちさんすごいね。もうその時は本当にごめんなさい。いや俺はなんかこの流れで思い出したっていう、そうね、ハーゲンダッツ事件、ハーゲンダッツ事件2ザエビドリアだ。そう些細なことやってましたね。やってるもん。意外と喧嘩しないかなって思ってたんだけど。そうね、でも喧嘩はしないよねあんまり。なんかどっちかが分かったみたいな。そうどっちかが怒ってわーって怒って、はいはいっていう。そうだね。で些細なことで怒らないもんね。あんまり怒んないですね、お互いにね。なんかちょっとこれは言っとかなまずいやろみたいな時はちょっと強めの口調をしたりしますけど、基本怒んないよね。なんかそれで言い合いになったりこう、なんていうの、ほらあるじゃない、売り言葉に買い言葉みたいな。売り言葉に、買い言葉控えるもんな、どっちもな。そう一旦ね、で5秒ぐらい我慢すると忘れちゃうし、それを忘れられるから幸せに生きていけるそう長いこと一緒に覚えてないんですよ、今もひねり出して些細なことで喧嘩したのなんだっけっていうところだもんね。そう大体食べ物食いしん坊だから2人ともね食いしん坊だからね。あ、それで言うとあれありますよ。食べ物じゃないけど酔っ払っての事件まだありますよ。あったね、あった。でもあれはさ、結果良かったのよ。まあ確かにね。で喧嘩したけど良かった事件。そう結果ね。そうだね。確かに良かったわ。で僕がまたレンのことこいつは酔っ払ってるわけですよ毎回。ね、何回やるときは大体酔っ払ってて酔っ払ってるじゃないですか。で当時2人ともタバコ吸ってたんだよね。20代前半だよねあれ。そうです。2人ともね。で僕と妻3つ違うんですけど、20代前半でタバコ全然当時まだタバコ吸う世代だったもんね。そうですね、タバコまだ安かったしね。まだ200円台から最終400円になってないぐらいかな。いや500円に上がるっていうタイミングだったあれ。嘘だよ。もっと早かったっけ。もっと早かったよ。440円ぐらい1箱。400円いったかなぐらいじゃなかった。本当？結構前だよもう。10何年前なんだけど、そうだよね。だって20代前半で俺はもう40超えてるわけだもんね。そっか。よしきはまだね誕生日来てないからあれだけど。もうすぐ40歳です。そうでなんだっけ、タバコね。2人ともタバコ吸ってて、当時ね僕チキンなんでメンソールのね1ミリとかのタバコ吸ってたんですね。そう結構数を吸ってたから、せめて1ミリにしようみたいな、なんか謎のね吸ってりゃ一緒なんだけどせめて1ミリにしようみたいな。で僕はなんか緑のセーラムのやつを吸ってたんですよ。でそのピンクのなんかペシェっていうそうあったよね。そうだよね。セーラムのピアニッシモ。そうピアニッシモなんか姉妹版みたいなすごい可愛いちょっと桃の香りがするタバコだったんですよ。あった、そうだ思い出した。ピンクだったのは覚えてる。そう懐かしい。そうだ。それでなんかこいつ酔っ払ってて、でなんだっけ、どうしたんだっけ俺。自分のタバコを全部吸ってなくなっちゃったのよね。で私が、明日の朝起きたら吸うから1本取っとこうって言ってラス1取っといたのよ確か。違うね。違う。それは絶対違う。なんでわかるの？何本かあって、俺は吸っていいか聞いたんだもん。思い出した。何本半分ぐらい残ったんですよ。10本弱ぐらい思い出した。で1本だったら吸っていいかとか聞かない。俺聞いた記憶があるもん。本当？で何本かあるから、でまだ飲んでたのかな俺。何してたんだろう。ゲームしてたのかな。ゲームしてた。モンハンやってたのかなこうやって。こうやってモンハンやってたのかなこうやって。しかも酔っ払って。それで2
フロンティアだよ。フロンティアフロンティアだわ。そうてってれってんてて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 すごいよくさ、片手にタバコ持ってさ、コントローラー持ってキーボード打ってさ、あともっとすごいのお弁当食べてなかった？すごくない？どうしてたのあなた？戦時観音？だから仕事が終わったらコンビニで休みの日は唐揚げ弁当をセブンで3箱買って同じので2リットルのお茶を2本買ってくるんですよ。でここに灰皿を置いてちょうどここにパソコンがあるんでこうやるじゃないですか。でパソコンからでかい画面につないでで当時はコントローラーとキーボード両方使ったのか。でタバコ吸いながらこうやってチャットを打ちながらタバコを吸い茶を飲みそれで途中まで、でなくなっちゃったんだね、なくなっちゃって、でタバコ吸っていいって先に寝るって言うから、聞いた記憶があります。眠かったんだねそれでいいよって言ったから、多分普通に吸いながらモンハンやってたんだよね、そしたら僕は気づかずに多分全部捨てたんですね。吸っちゃったなと思って多分でも吸っていいって言ってたしきっと新しいのあるだろうって多分思ったんだと思うんですよね。おそらくちょっと分かんないけど、それですよ。それか。はい。まあこれはまあいいよって言っちゃった私がいけなかったかな。いや今話聞いたらね、いや私朝絶対に1本吸いたいから、そうだねなくて、あれいや吸っていいって言ったかもしれないと、だけど全部吸うなんてってまあそうだね普通の神経だったら全部吸うなんて信じられないよねでブチ切れちゃったんだと思うんだよね。ブチ切れてた。なんかすごい静かだったの最初、なんかあれみたいなあれみたいな空箱をこう持ってしばらくなんかなんか Now loading って感じだったあれローディング中だった。ロード中はいウィーンってなってて、でなんか急にタバコ吸ったみたいな、吸っていいって言ったから吸ったよみたいな感じだった気がしますけど、そうか、はい、その時の頭の中、もう絶望でいっぱいだったのと。絶望だったんだ。いや実を言うと、以前から、若い女の子はね、タバコはやめた方がいいよっていう周りから結構そういうなんか方いらっしゃったんですね。言われてたのと、仲良かった、同僚というか芸者さんが先に禁煙してて、そうなんだ。で肌とか綺麗になって、歯も白くなって、すごくいいことずくめだよみたいな話を聞いてたの。そうなんだね。だからなんかやめようかなって思ってたタイミングだったのよ。なるほど。その時確かにそういうのがその時こう空箱を見つめながらいろんなことが駆け巡ってローディング中も情報も処理しつつみたいな、それでこの箱をねクシャって丸めてこんなイライラすんだったらタバコやめてやるってぶち投げた。投げられた本当に怒ってて、タバコやめてやるって言われてそっかと思ったんですよね、じゃあやめてみるかみたいな。そう一緒にじゃあ俺もやめるって、俺もやめるって言って、結構捨てたんですよ2人ともね。そう最低1箱ね。最低1箱吸ってた。20本か。そう20本吸ってたし、吸う時2箱とか吸ってた。そうだよねゲームやりながらだとね。そうまだ若い時だからね結構吸ってて、でもやめるってなって本当にやめてたんだよね。私はスパッとやめましたその時で。俺なんか途中で僕美容師なんですけどハサミ持つ手が3日目ぐらいに震えちゃって、おっとうわ禁断症状怖っと思ってもう汗出ちゃうの。怖いね、で危ないと思って、すぐタバコ当時買えたんですよ。タスポみたいなのなくてもまだ買えたの。懐かしい。最後の方あったかな、あったと思うよ。あったかもしれない。でも持ってたのかな。私があげたかもしれない。いけない私がね貸したのかな。いや作ってたよ。作ってた。私がね作ったんだもん多分。書いたよ。
そうだよね、タスポなきゃ買えないなんかできてすぐぐらいだよね。でもすぐ一応タスポ買って、持ってたんだじゃあ。持ってた。そうだ、それでもう吸わないと仕事にならないから、もう1本吸って3口ぐらい吸ったら収まったんですよ。おー、やっぱそうなんだ。手震えちゃったりするんだ。もう結構ひどくて、うわこれはまずいと思って、もうそっからやめた。もう大丈夫だった。あ、本当に一口吸ったらもう3口か、3口吸ったらまずかったの？あ、美味しくなかったんだね。それすごいわかる。なんか今禁煙してるんでって言うとね、面白がって吸わせる人とかいるのよ。あー、わかる飲んでるとさ、そういるわー、いるよね。いる。で、じゃあって言って吸ってみた。したらむせるしまずいし、口の中が。で家帰ってからもうなんか臭いって感じるようになって、いや本当にやめてよかった。確かにね。もうタバコもう吸わなくなって15年ぐらい経つか、もっと経つか、いくつぐらいだろう。ちょっと細かいの分かんない。30手前？あ、もっと前だ。27、8かな。あ、そんなだっけ？だと思う。でも15年？ぐらい経つかな。15年ぐらいか。だいぶ前だね。そっか、なるほどね。でもよかったね。よかったです。結構な、そうですね。僕らの数少ない、いわゆる喧嘩の中でも、少ない喧嘩の中でも割と大きめな、なんか怒りのやり取りだったけど、一番良かった。結果オーライ。まあね、喧嘩というかこっちが一方的に怒った。いやでも怒ると思うよ。俺だったら怒るね。叫んじゃねーっつってもうちょっと怒るね。多分イライラを引きずるタイプなんですよ。割とね。確かに引きずるわ。そう長くてどのぐらい？イライラ時間？イライラ時間ですか？5秒ぐらい？そんなもっとだよ。今はでも5秒ぐらいだけどな。昔はね、かなり何日か引きずってたよね。表に全然出さないタイプというか、黙ってるタイプ。めんどくせえめんどくさいやつだね。そう、黙ってるタイプだったんですよ。なんか言っても解決しないから絶対に。人に何かを例えば制約を与えるとか、行動を制限するみたいなのをなんかやってはいけないっていうマインドなんで僕は。だから言っても無駄だし、言わない方がいいし、なんか意味がないと思って言わないんだけど、こいつが機嫌がクソ悪いんで。どちらかというと言った方が良かった気がするんですね。吐き出してくれと。もうなんか言いたいことなんだったら言ってくれと。でしまいにはなんで怒ってたか分かんなくなっちゃうんですよね。嘘だろ。でなんか全てを思い出して全部イラつくっていう。よくないですね。よくない。君に会えたおかげで素直に生きれるようになりました。よかったです。ありがとうございます。振り返ってみるとね、些細なことで喧嘩したこともあるねっていうとこだよね。はい。今では、食べ物一つをねちゃんと、聞くと。特にハーゲンダッツに関しては必ず食べないけど、何か食べる時もこれ食べていいですかっていうのは確認するよ。子供がおりますので、それ明日の子供のお弁当用だからダメとか。あるんですよ、たびたびね。あります。はい。だから聞いてくれるのでね、よかった。はい、今では仲良く暮らしております。はい。ね、もしよかったら皆さんのね、些細なことで喧嘩したとか、こんなことがあったとか、やらかしエピソードとかもしあれば、コメント欄に書いてみてください。はい。トークテーマもね募集しておりますので、よかったら、コメント書いていただけると嬉しいなと思います。ね、なかなかお付き合いありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またねー。